夜空を見上げると、私たちは、その無限の広大さに圧倒されます。数えきれない星々銀河、そしてそれらを包み込む漆黒の空間、私たちが知る宇宙は、およそ138億年前に信じられないほどの熱と密度を持つ、たった1点から始まったとされています。この始まりの瞬間を私たちはビッグバンと呼んでいます。しかしビッグバンとは単なる爆発ではありません。それは空間そのものが誕生し膨張を始めた出来事であり、そして何よりも私たちが体験する時間そのものの始まりでもありました。もし時間がこの宇宙の始まりと共に生まれたのだとしたら、私たちは問わざるを得ません。ビッグバンの前に何があったのか。この根源的な問いは、現代宇宙論が直面する最も深く最も恐ろしい謎です。そこには、物理学の全法則が崩壊する、特異点シンギュラリティという絶対的な壁が立ちはだかっています。しかし人類の探求心は、その壁を前に立ち止まることを知りませんでした。この物語は、宇宙の始まりに挑んだ2つの巨大な理論、そして一人の天才科学者の人生が交差する地の冒険譚です。難解な数式と格闘し時に宇宙の運命を一人で背負った科学者たちは、この特異点の壁をどのように乗り越えようとしたのでしょうか。この映像を見終わった時、あなたは世界を見る目を完全に変えるでしょう。なぜなら、私たちは宇宙がどのように、そしてなぜ無からの始まりを克服して広大な世界になったのか、その驚くべきドラマを目撃することになるからです。私たちがこの広大な宇宙の歴史を紐解く上で、まず感謝すべきは0世紀初頭の天文学者たちの功績です。1929年、エドウィン・ハッブルは、遠方の銀河ほど私たちからより早く遠ざかっているという驚くべき事実を発見しました。銀河から届く光が赤くずれている赤方変異という、この現象は宇宙が一つの場所にとどまらず、ダイナミックに膨張していることを示しました。これは当時の多くの科学者や生的で不変な宇宙を想定していたアインシュタインをも驚かせた大発見でした。この膨張を時間に遡って追跡していくと、宇宙のすべての物質とエネルギーが過去のある一点に集中していたという結論に行き着きます。これがジョルジュ・ルメートルによって提唱された原子の概念、すなわちビッグバンの基礎となりました。ビッグバン理論は、宇宙が非常に熱く密度の高い状態から始まり膨張と冷却を続けているという進化論的な宇宙観を確立しました。そして1964年、アーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンが宇宙の全方向から来る微弱なマイクロ波を検出したことで、この理論は確固たるものとなります。このマイクロ波は、宇宙誕生から約38万年後の宇宙がまだ熱いガス状のプラズマだった時代の残光宇宙マイクロ波背景放射 CMBR、つまり宇宙の赤ちゃんの写真でした。その温度はわずかに725ケルビン、絶対0度をわずかに上回る温度です。CMBR はビッグバンが事実であることを示す揺るぎない証拠です。しかし、この壮大な物語には大きな矛盾が隠されていました。それはあまりにも宇宙が完璧すぎたという点です。標準的なビッグバン理論は2つの深刻な謎を抱えていました。一つは地平線問題です。CMBR を見ると、
宇宙の遠く離れた領域同士がほとんど同じ温度を持っています。これはまるで宇宙の端と端が以前に連絡を取り合っていたかのように均一に見えるのです。しかし標準的なビッグバンモデルに基づけば、高速で移動する情報であっても、宇宙の年齢を考慮すると、それらの領域が熱的な接触を持つ時間はなかったはずです。なぜこれほどまでに宇宙は均一に熱せられていたのでしょうか。二つ目の謎は平坦性問題です。宇宙の幾何学は観測によって驚くほど平坦であることが分かっています。宇宙の極率が完全にゼロに近い状態です。もし宇宙がわずかでも曲がっていたとしたら、その曲がりは膨張に伴って極端に増幅されてしまい今の宇宙の姿にはなり得なかったはずです。宇宙が平坦であるためには、初期の宇宙のエネルギー密度が極めて高い精度で、臨界密度に調整されていなければなりません。その精度は100京分の1あるいはそれ以上とも言われています。これはまるで神が宇宙を創造する最初期設定のダイヤルを奇跡的なまでに正確に合わせたかのようです。これらの問題は標準的なビッグバン理論だけでは解決できない初期条件の微調整という不満を残しました。宇宙はなぜこれほど都合よくそして均一に始まったのでしょうか。科学者たちはこのパラドックスを乗り越えるため、ビッグバン理論の直後の極限的な瞬間へと目を向け始めます。そしてこの探求の道の最も深い場所には、特異点という物理学の終焉が横たわっていました。1960年代後半ロジャー・ペンローズとスティーブン・ホーキングは一般相対性理論に基づき特異点定理を証明します。この定理はブラックホールの内部であろうと宇宙の始まりであろうと私たちが知る物理法則が適用される限り無限の密度と極率を持つて、すなわち特異点が必ず存在しなければならないことを示していました。特異点は一般相対性理論が示す壁です。ここで空間と時間は数学的に無限となり、我々の知る時間も空間も意味を失います。ホーキングは言いました。特異点では神がどの法則を選んだかということに私たちは到達できない。この特異点の壁を私たちはどのように扱うべきでしょうか。科学者たちはこの壁を前に2つの異なる戦略を立てました。一つは特異点の直後の世界を修正し、完璧な宇宙の起源を説明するインフレーション理論。もう一つは特異点そのものを数学的に回避し、時間の始まりの概念を再定義しようとしたホーキングの無境界仮説です。1980年、マサチューセッツ工科大学の若き物理学者アラン・グースは、この宇宙の謎を解き明かす鍵となる大胆な仮説を提唱します。それが宇宙のインフレーションです。グースは宇宙が誕生した直後の極めて短い期間に想像を絶するほどの急激な加速膨張があったと考えました。その期間はわずか10のマイナス36乗秒100兆分の1の100兆分の1の100兆分の1秒から10のマイナス32乗秒程度に過ぎません。この超加速膨張はインフラトン上と呼ばれる仮想的なエネルギー場によって引き起こされたとされています。この場が持つ高い真空エネルギー密度がアインシュタインの一般相対性理論における負の圧力として作用し、空間を風船のように膨らませたのです。インフレーションが
どれほど早かったかというと、宇宙のサイズは、この一瞬の間に、少なくとも10の26乗倍以上に膨れ上がったと計算されています。これは、原子よりも小さな領域が一瞬にして、天文学的なスケールにまで拡大したことを意味します。このインフレーションは、ビッグバンが抱えていた大問題を魔法のように解決しました。まず、地平線問題です。インフレーションが始まる前、観測可能な宇宙全体は、非常に小さく熱的な接触を持つことが可能でした。つまり宇宙は、膨張前に完全に均一に温められていたのです。インフレーションが始まると、この均一に温められた小さな領域が高速を超えた速度で引き伸ばされ、現在の広大な宇宙となりました。これにより、遠く離れた領域同士が同じ温度を持つ理由が説明されました。なぜならそれらは、かつて互いに触れ合っていた同じ小さな種の一部だったからです。次に平坦性問題です。インフレーションの極端な膨張は、あたかも小さな風船を無限に膨らませるかのごとく宇宙のあらゆる極律を平らに引き伸ばしてしまいました。私たちが現在宇宙がほぼ平坦であると観測しているのは、私たちが巨大な極面上のごくごく小さな平坦な領域を観察しているからに過ぎません。インフレーションは、宇宙がなぜこれほどまでに完璧な初期条件を持っていたのかという問いに対し、偶然の微調整ではなく、必然の物理プロセスだったという答えを与えました。しかし、インフレーション理論の真に革命的な側面は、宇宙の構造の起源に関する説明にあります。インフレーションが始まる直前、宇宙は、量子力学の支配下にありました。量子力学は、非常に小さなスケールでは、何もかもが不確定であり、量子揺らぎと呼ばれるランダムなエネルギーの変動が常に存在することを教えてくれます。インフレーションは、このミクロな量子揺らぎを一瞬にして、マクロな宇宙スケールへと引き伸ばしました。原子よりも小さな不確定性が銀河や銀河団の種、すなわち宇宙の構造の揺らぎとして、宇宙全体に刻印されたのです。20年代以降や、プランクといった人工衛星がいった CMBR の精密観測は、このインフレーションの予言と驚くほど一致する結果を出しました。CMBR に見られる10万分の1程度のわずかな温度のムラは、まさにインフレーションが引き伸ばした宇宙の種の痕跡だったのです。こうして、インフレーション理論は、特異点の直後の物理を補完し、私たちが観測する均一性と構造の起源を見事に説明しました。しかし、特異点そのものの問題は残されています。インフレーション理論をもってしても、時間の始まりであるゼロの瞬間については語れません。ここで、再びスティーブン・ホーキングの登場です。彼は、一般相対性理論と量子力学という、本来相入れない二つの柱を特異点という極限の場で融合させようと試みました。彼の目標は、特異点という壁を物理法則の適用範囲外の外部からの介入ではなく、宇宙の法則によって必然的に定義される境界として捉えることでした。ホーキングがその難問を解くために導入したのが極めて抽象的な概念距時間イマジナリータイムです。私たちが日常で体験する時間は、過去から未来へと一方向に流れる実数で表現される時間実時間です。しかしホーキングは、宇宙の始まりの極限状態においては、
この時間が数学的に空間の次元と同じように振る舞う虚数で表現される時間虚時間に置き換わると仮定しました。虚時間を用いると、特異点つまり無限の密度と極率を持つ始まりの瞬間は数学的に消滅します。ホーキングとジェームズ・ハートルが提唱した無境界仮説のバウンダリ・プロポーザルでは、宇宙の始まりはあたかも地球の北極点のようなものだと説明されます。北極点はそれ以上北に進めない場所ですが、それは世界の端ではありません。北極点から始まるどの方向もすべて南であり、北極点自体はゴツゴツした角を持つ特異点ではなく、滑らかな球面の一部です。北極の北側に何があるのかという問いが意味を持たないように、ビッグバンの前に何があったのかという問いも時間の概念がなくなるため意味を失います。この仮説は、特異点という物理学の失敗を数学的な美しさで回避し、宇宙が外部からの介入なしに自らの物理法則によって完全に定義されることを示唆しました。つまり宇宙は始まりという境界条件を必要とせず自己完結的であるということです。ホーキングの探求は時間そのものの本質にも及びました。なぜ時間は常に未来へ向かう一方通行なのでしょうか。この時間の矢を決定づける最も根本的な物理法則は、熱力学第二法則すなわちエントロピー無秩序差が増大するという法則です。宇宙はビッグバンの瞬間極めて秩序だった。つまり低エントロピーの状態から始まりました。この初期の低エントロピー状態が現在の宇宙のすべての複雑性そして時間の流れの方向を決定づけているのです。ホーキングはこのエントロピーの増大こそが私たちが記憶を持ち置いていく心理学的、熱力学的な時間の流れを定義していると考えました。インフレーション理論とホーキングの特異点に関する洞察は、ビッグバン後の宇宙の進化についても驚くべきドラマを展開します。インフレーションが終わると、そのエネルギーは瞬時に物質と放射線に変換され、宇宙は再び熱い火の玉の状態、輻射優勢の時代に戻ります。これがいわゆる再加熱です。この灼熱の宇宙では、素粒子が飛び交い絶えず生成と消滅を繰り返していました。特に重要なのは、物質と反物質の相殺です。宇宙初期には、物質と反物質が同量存在したと考えられますが、何らかのわずかな非対称性問題により反物質がすべて消滅した後、100億分の1の物質だけが生き残りました。私たちが今存在しているのは、この極めてわずかな物質の生き残りのおかげです。この数秒間に起きた微細な非対称性が、現在の宇宙のすべての星、惑星そして生命の源となりました。そして宇宙誕生から約3分後、温度が約10億度にまで下がるとビッグバン元素合成が起こりますよ。こと中性子が結合し、水素75%とヘリウム25%という宇宙で最も軽い元素が生成されました。この初期元素の比率は現在の観測と驚くほど一致しており、ビッグバン理論の最も強固な証拠の一つとなっています。そして物語は38万年後へと飛びます。この時、宇宙の温度は約3000度まで冷え、ついに電子が原子核に捉えられ、電気的に中性な原子、主に水素とヘリウムが形成されます。これを再結合と呼びます。
この瞬間それまで、電子と衝突し続けていた光光子が突如として、自由に空間を飛び回れるようになります。これが、私たちが CMBR として観測する光です。CMBR は38万年という宇宙の歴史の中で、光が初めて私たちに届いた瞬間の写真です。そして、この CMBR に見られるわずかな温度のムラ、すなわちインフレーションが引き伸ばした量子揺らぎこそが、次の時代の主役となります。このムラは、密度が高い場所と低い場所を示しています。密度が高い場所では、重力がより強く働き、周囲の物質を引き寄せます。この重力による自己引力のプロセスが何億年にもわたって続くことで、物質は徐々に集積し、巨大なガス雲そして、最初の星々ファーストスターさらには、銀河へと成長していきました。インフレーションによってまかれたミクロな量子揺らぎの種が重力という農夫によって育てられ、宇宙の広大な宇宙の網コズミックウェブと呼ばれる壮大な構造を作り上げたのです。私たちが夜空に見るすべての銀河すべての星々は、数十億年前の極めて短いインフレーションの産物と言えるでしょう。私たちは今宇宙の始まりから構造形成に至るまでの壮大な物語を追ってきました。インフレーション理論は、なぜ宇宙が均一で平坦なのかを説明し、ホーキングの得意点の探求は、時間そのものの起源に迫りましたでは。これらの理論は、私たちの現代物理学にどのような影響を与えているのでしょうか。まずインフレーション理論の成功は、宇宙論を単なる理論の領域から精密科学へと押し上げました。CMBR の観測は、理論の予測を 100% 近い精度で確認しており、インフレーションの初期条件がなければ、現在の宇宙の姿を説明することはできません。しかし、インフレーションの最も深遠な影響は、それが示唆する多元宇宙マルチバースの可能性です。インフレーション理論には、永遠のインフレーションという派生モデルがあります。インフラトンバが完全に崩壊せずに絶えず、新しい領域でインフレーションを引き起こし続けている場合、私たちの宇宙は、その無限に広がる時空の中で、絶えず生まれては、消える無数の泡の一つに過ぎないことになります。この多元宇宙では、それぞれの泡の中で、物理定数が異なるかもしれません。私たちが住むこの宇宙の物理定数重力の強さ素粒子の質量などが、生命が誕生するのに奇跡的なほど微調整されているのは、もしかしたらそのような無数の宇宙の中で生命が存在しうる宇宙の一つに私たちがたまたまいるからかもしれません。これは人間原理と呼ばれる哲学的な問いを物理学の領域に持ち込みます。一方、ホーキングが追求した得意点の問題は、現代物理学の最大の課題、すなわち量子重力理論の構築へと私たちを駆り立てています。得意点やブラックホールといった極限的な環境では、一般相対性理論重力と量子力学素粒子を統合したより完全な理論が必要だからです。ホーキングの業績の中でも、ブラックホールが微弱な熱放射ホーキング放射を放出し、最終的に蒸発するという発見は、重力と量子力学を結びつける鍵となりました。これは、ブラックホールでさえ、熱力学の法則に従うことを示しており、宇宙の始まりの得意点も熱的、量子的な性質を持つはずであることを示唆しています。
いまだに、この量子重力理論は完成していません。超弦理論やループ量子重力理論といった候補はありますが、特異点、ゼロの瞬間が本当に無限の密度なのか、それとも量子効果によって無限が回避された有限のしかし極めて小さな何かなのか、答えは出ていないのです。また、現代宇宙論にはインフレーションとビッグバンの成功をもってしても説明できない巨大な謎が残されています。それがダークマターとダークエネルギーです。私たちが知る通常の物質は宇宙全体のわずか 5% に過ぎません。残りの 95% は光を出さず直接観測できない暗黒物質ダークマターと宇宙の現在の加速膨張を駆動している暗黒エネルギーダークエネルギーです。特にダークエネルギーはアインシュタインがかつて静的な宇宙を維持するために導入し後に最大の過ちと呼んだ宇宙定数と数学的に酷似しています。しかしこの一度は捨てられた宇宙定数が今や宇宙の運命を決定づける支配者として復活したという事実は、科学の探求がいかに回り道で時に皮肉に満ちているかを教えてくれます。宇宙の加速膨張はまさに私たちが直面する時間と空間の終焉に関わる最新のミステリーなのです。スティーブン・ホーキングの生涯は特異点という極限の物理と時間の本質を探る旅でした。彼はもし時間が空間次元のように振る舞うなら、特異点という始まりは数学的に滑らかに定義できると考えました。彼は私たちが未来を知ることができないのは単に熱力学的な時間の矢が存在するからだと主張しました。そしてもし宇宙が収縮期に入りエントロピーが減少し始めたとしても、私たちの心理的な時間の矢はやはりエントロピーが増大する方向、すなわち収縮期においては過去へと向かうという驚くべき結論さえ導き出しました。ホーキングは地空の極限を理解することで、神の介入なしに宇宙が自らの法則によって完全に説明される完全な理論の存在を信じていました。彼にとって特異点は単に物理学が適用できない場所ではなく、物理学がより深いレベルで統合されるべき究極の試験場だったのです。私たちはアラン・グースのインフレーション理論によって宇宙の気密性と構造の起源という大きな謎を解決しました。そしてスティーブン・ホーキングの洞察によって時間というものの絶対的な性質がいかに相対的で宇宙の境界条件に依存しているかを学びました。しかしいまだに特異点そのものを記述する量子重力理論は私たちの手の届かない場所にあります。インフレーションを起こしたインフラトンバの正体も宇宙を支配するダークマターやダークエネルギーの謎も私たちに残された壮大な課題です。私たちの宇宙探求の旅は終わりを知りません。宇宙の始まりを理解しようとする試みは同時に私たちが何者であるか、そしてこの広大な存在の中でいかにして私たちの意識と時間が成り立っているのかを理解しようとする試みでもあるからです。ビッグバンは私たちが慣れ親しんだ時間や空間という概念が絶対的なものではなく、この宇宙の物理法則から生まれた単なる性質の一つに過ぎないことを教えてくれます。特異点は私たちを謙虚にさせると同時に物理学の次の革命を予感させる希望の場所なのです。
この地の冒険に参加していただきありがとうございました。宇宙の始まりをめぐる物語は、私たちが抱く最も深い問いへの答えを探し続ける人類の苦なき探求心そのものなのです。最後に重要なお知らせがあります。この動画は科学医学技術に関する教育およびエンターテインメントを目的として作成されており、専門的な医学的アドバイスや治療法を推奨するものではありません。科学的な知見は日々更新されるため、動画内の情報は作成時点の学説に基づいています。健康上の問題や医療的な判断が必要な場合は、必ず医師や専門機関にご相談ください。